こんにちは。今回はですね、インスタ 360X3 用の新型のインビジブルダイブケースという、防水ハウジングなんですけど、これをちょっとテストしてきましたので、映像をお見せしつつどんなものなのか紹介したいと思います。使い方とか編集時の注意点とか、使う上での注意点などもお話ししたいと思います。で、まずなんでそもそも X3 って防水なのに防水ハウジングいるのかっていう話なんですけど、私も知らなかったんですけど X3 をそのまま水中にもちろん入れて使うことはできるんですけど、光の屈折率の関係で広角レンズで撮った映像2つをつなぎ合わせてるそのステッチラインっていうのがあるんですけど、そのステッチラインがむちゃくちゃはっきり見えるようになってしまって、被写体がズバッとなんか切られたような映像になります。なのでカメラを動かしたりするとどうしてもそのステッチの部分の映像がねおかしくなってしまうんですよね。使うことができるといえばできるんですけど、あまり綺麗な映像ではなくなってしまいます。シングルレンズモードとかで使えばいいんですけど、それだったら GoPro でいいかなっていう感じなんですけど、なので水中でちゃんと使う上ではこの防水ケースが必要になってきます。で、そんなことはインスタ360も分かってるので X3 が出た時に防水ケース出してきたんですけど、これが若干不十分で、手元を映した時にどうしてもねそのケースが若干映ってしまうんですね。やっぱり自撮りをすることが多いと思うんです。自撮りのアングルを選ぶことが多いと思うんですけど、そういう時に若干不自然なものが映り込んでたんですね。で、それを解消するために今回新型が出てきました。かなりテスト繰り返したみたいで気合が入ったケースになっています。このねレンズ部分が単なるカバーではなくて、ちゃんとねこれ自体がレンズになってるんですね。なので、カメラのレンズを補完するようなタイプのレンズがここにねついていると思えばいいかなと思います。そのおかげでもうどの方向もステッチラインも見えませんし、手元を取ってもほとんど自撮り棒もこのケースも映らないようになっています。水中に入れても従来の X3 と全く同じ映像を撮ることができます。で、使い方は非常に簡単なんですけど、いくつかステップがあります。まず一つは本体のファームウェアを 1.08 だったかな、現時点での最新バージョン以上にしておく必要があります。この防水ケースの新型に対応したファームウェアになっています。で、ケースにボタンが2つしかないんですね。なのでこの2つのボタンだけで全ての操作をすることになります。液晶をもちろんねケースに入れちゃうと触れませんので、この上の電源ボタンは今まで通り電源ボタンなんですけど、長押しでオフになります。で、さらに短く押していくと撮影モードの切り替えができるようになっています。で、その下の今までプリセットの選択するとかがねできるボタンだったんですけど、それが今度は撮影開始停止、シャッターボタンになります。2つしかボタンがないので、非常に簡単です。で、防水ケースモードを上からスワイプでオンにしてやってケースに入れてしっかりとロックしてやります。あとはもう海に持って行って海の中で潜るだけです。それだけで本当に綺麗な映像がね撮れてしまいます。映像の画質だけで言えば GoPro の方がねかなり綺麗だとは思うんですけど、やっぱり水の中でとにかく撮影さえしておけば後で編集でどうにでもなるっていうのはね素晴らしいですね。もうほんと録画ボタンを押しておくだけで全ての方向が撮れてますので、後から自撮りをするようにしたりとか、周りを撮るようにしたりとか、ぐるぐる回したりとか、深い海の下から底の方から撮ってるような映像を撮ったりとか、自撮り棒を横に突き出して自分が泳いでるところを誰かが撮影してくれてるかのような映像も撮ることができます。みんなで行って何人もで映像に映り込むっていうこともできますし、とにかく自由に陸上で X3 使ったことがある方ならわかると思うんですけど、全く同じことが水中で違和感なく行うことができるようになります。撮った映像をですね友人に見せたところ、これ誰か他の人が深いところから上を見上げるような感じで撮影してるのかっていうふうに言ってたんですけど、本当に1メートルちょっとの自撮り棒の先にカメラつけて撮ってるだけなんですけど、そんな感じの映像がね撮れてしまいます。知らない人が見たら本当他の人が撮影してくれてるんじゃないかなっていうような映像がね撮れてしまいます。で、撮影中の注意点は特にないんですけど、マニュアルによるとカメラを水面となんていうんですかね、水面に対して垂直に持つように、多分光の屈折の関係とかがあると思うんで、そんな風に持つようにっていう指示はあるんですけど、私が使ってみた感じでは
もう自撮り棒の先につけて好きな方に振り回したり、いろんな太陽を逆光にしてみたり、いろいろしてみたんですけど、特にちょっとフレアが入ったりとか、若干ステッチラインが見える時もありますけど、ほとんど違和感なく撮れるので、あまりそこは気にしなくてもいいのかなと思います。やっぱ自撮り棒の先につけてね、遠くから撮影したりすると面白いので、そうするとその垂直に持ってるってことはできないんですけど、あまり問題なく撮影することができました。で、撮影後の注意点としては、やっぱり海水で使うものなので、カメラも直接ね、水につけたりすることもあると思うんですけど、水でよく塩抜きをしてやらないとちょっと劣化していくかなと思います。それと本体がやっぱプラスチックなのと、レンズがこんな感じで両側にボコって飛び出してるので、傷つけないようにちょっと注意する必要がありますね。付属してくるソフトポーチがいい感じなので、これに入れておけば大丈夫だと思います。海って本当砂とか岩とかサンゴとかも気をつけないとすぐ傷がついちゃいますので、これに入れて持ち運ぶのがいいのかなと思います。で、あとは撮影した映像をどう編集するかってとこなんですけど、これももちろん X3 今まで通り全く一緒ですね。で、新しいバージョンのこの編集ソフトにはこのケースに対応したモードがいくつか選べるようになっています。水中で撮影すると光の加減でなんか青っぽく緑っぽく映ってしまうと思うんですけど、それを補正してくれるモードが搭載されています。アクアビジョン 2.0 っていうのがあるんです。これをオンにしてやると、肌色とか地面の砂の色とかサンゴの色とかもね、すごい自然な感じで綺麗に補正してくれます。それとこのダイブケースを水中ではなくて地上っていうか、水の外で使ってる場合に、今度は逆にケースがちょっと映ってしまうんですけど、それを補正するこのダイブケースを水上で使ってるのか水中で使ってるのかっていうのを選ぶところもあります。なので例えば、私やっちゃったんですけど、船の上で撮影しておきながらそのまま水に入り込むような映像を撮ると、どっちのモードにしていいかちょっと難しくなるので、例えば船で移動するときは普通に1本まず撮影終了して、で水の中でもう一回撮影開始とかってしてやれば、それぞれに適したモードを適用することができるかなと思います。細かい部分なんですけど、そう思いました。で、360度カメラはこの X2 でも X3 でもいいんですけど、初めて使う方はこの編集がめんどくさいんじゃないかって思われると思うんですけど、本当に簡単で、時間を指でスライドさせつつ、マウスでスライドさせつつ、どのアングルを映したいか、どのぐらいの大きさ、小ささで映したいかっていうのをマウスでキュッキュッと選んで、で、キーフレームっていうんですけど、ポイントポイントを打ってやるだけで、本当慣れればね、非常に簡単にできます。一本の映像からいろんな映像を作り出すことができますので、凝り出すと、いくら時間があっても足りないぐらい面白いです。ここがね、やっぱりこの360度カメラのすごいところだと思いますので、初めて買う方でもね、全然心配ないと思います。で、自分でキーフレーム打つのがめんどくさければ、被写体を選んでやって、それを自動で追跡っていうこともできますので、例えば自分を選んで追跡ってやれば、ずーっと自分を追ってくれます。自撮り映像、もう本当誰か専属カメラマンがいて撮影してくれてるかのような映像を作ることもできます。で、その場でスマホでサクッと編集する方もね、いると思う。私もよくやってましたけど、それも非常に簡単で、やっぱりアクアビジョンを選べるようになっていて、水中での色の補正ができます。それとやっぱスマホ版は AI 編集があるので、もう撮ってきた映像を AI で勝手に編集してもらえば、面白い映像、音楽もつけて書き出しをしてくれますので、もうその場でサクッと一本面白い動画作って友達にあげたりすると本当にね、喜ばれます。私ちょっと一つびっくりしたことがあったんですけど、撮影してきた映像をカメラの液晶モニターでね、そのまま確認したんですね。そうしたところですね、ステッチラインが盛大に映っていて、もう大失敗みたいな映像になってしまって、このシュノーケリングツアーに行った後だったんで、パーになったのかなと思ったんですけど、スマホとかパソコンに取り込んでみたら、そのステッチラインはね、綺麗に消えてたので、そういうもんだと思います。同じような状況になってもびっくりしないでください。今回沖縄旅行3日間だったんですけど、この X3 と、あと新型の Go3 っていうアクションカメラとか、あとミラーレスカメラとか、GoPro とかいろいろ持ってったんですけど、やっぱり X3 は独特の楽しさがありますね。どんな状況でも撮影さえしておけばね、後でいろんな映像を切り出すことができるっていうのはかなり強みだと思います。
身軽に旅行に行きたいっていう方であれば、本当この X3 と今時のスマホかなりね、画質も良くなってるんで、スマホで普通の写真とか動画も撮りつつ X3 で記録するっていうのもいいんじゃないかなと思います。で、今回もちょっと GoPro との比較もしてみたんですけど、やっぱり画質面では圧倒的に GoPro の方が上を行ってますね。なのでチームで撮影をするとか、本気で撮影、綺麗な映像を残したいっていう方には本当ね GoPro おすすめかと思うんですけど、やっぱり自撮りすると自撮り棒が映ってしまったりとか、リニアモードで撮影したりすると、画角がちょっと狭くなるので、撮りたいものを撮り逃したりとか、特に水中だとね、ゆらゆらしてたり不安定だったり、他のことにもいろいろ気を使わないといけないので、撮り逃してしまったりするっていうこともあり得るんですけど、X3 はその辺もね、かなり楽でした。で、バッテリーも相変わらず非常によく持つので、あまり心配ないと思いますけど、がっつり撮影したい方はね、スペアバッテリーがあればいいかなと思います。で、あとメモリーはですね、結構食いますので、64ギガ私使ってたんですけど、途中でいっぱいになってしまったので、いくつかそれもね、スペアがあると安心かなとは思います。という感じで今回は、インスタ 360X3 用の新型の防水ハウジング、インビジブルダイブケースというものの紹介でした。X3 の詳しい紹介とか使い方の説明などの動画もたくさんアップしてあります。それ以外にも GoPro とか DJI などのアクションカメラ系の動画もいっぱいあります。カメラ関連、レンズとかミラーレスとかライトとかジンバルとかそういったものの動画もたくさん上げてますので、よかったらご覧ください。このインビジブルダイブケースの詳しい詳細も下にリンクを貼っておこうと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。おー。